こんにちは、ドラム講師の池脇義和です。先ちょっと弾きチャレドラム1万時間練習企画池脇大先生にインタビューコーナーこんにちは、ドラム講師の池脇義和です。今超びっくりしましたまさかのフライングよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、今回ですね、15個の質問を用意しまして、突っ込んだことをたくさん聞いて、はい、やっていきましょう。はい本当にその聞きたいなって思ったことと、ちょっとサクッとした質問も用意しつつで、どちらでも、はい、大丈夫です。では、いきます。はい。ドラム歴って今何年ですか？ドラム歴は僕中3、中2くらいだから、25年くらいか。やば。僕今2年7ヶ月なんで10倍ぐらいですか？はい、25年ということで、2つ目、ドラムを始めたきっかけを教えてくださいということで。本当はね、ギターボーカルがやりたかったんですよ。あ、でも似合いそうですね。なんかモテそうじゃないですか、なんか。はい。なんかすごいイメージ湧きます。やりたかったんですけど、上手い人がいて、で、バンド入れずに、僕バンドから外れたんですけど、たまたま練習してる時に、僕は遊びに行ったら、ドラムの人がめっちゃなんか叩けなくて、で、僕じゃあ代わりに叩いてみるねって言ったら叩いたら、なんとなく叩けたんですよ。実はね、めっちゃこそ練してたんですね。どこでやってたんですか？バンドをね、始まるかもの前に、いとこが結構音楽やってた人で、その人が、ギターボでやってて、で、ドラムのリズムちょっと教えてもらってたんですね。ちっちゃい時。なるほど。密かに。で、僕は別にドラムやりたいとは思ってなかったんですけど、その時ね。で、なんとなくできてたんですよ。まあ、大体ちょっと分かってたんですね。そう。だからちょっとズルでしたね、多分ね。たまたま知ってたリズムが、たまたまやってて、このリズム叩いたらハマって、じゃあ僕がですねっていう。それ、前の人の心境大丈夫だったんですか？多分良好な関係なんで大丈夫なんです。というわけです。池脇先生の好きな音楽は？好きな音楽は、ポップスが好きなのかな。ロックとかポップスが好きかな。でもなんか時折ハードな音楽やってそうな一面も。世紀末とかね、最初聞いてたんですよ。すごいなんかわかる。爆竹大好きで、VK とかもね、好きだったので、中学校の。そうなんですね。池脇先生は VK も好き。YouTube 最初に始めたきっかけって？僕がね、ドラムの先生始めて間もなく、お店の集客はそんななかったんですよ。お店も別にチェーン店じゃなくて、町のちっちゃい楽器屋さんだったので、そんなに宣伝はしなくて。状態だったので、自分たちでお客さんを集めなきゃいけなかったんですね。で、僕は別に音楽の専門学校行ったわけじゃないし、バックグラウンドも何もないので、要は社会的な信用がないわけですよ。ドラムの先生どんな人ですかって言った時に、ドラム叩ける人ですみたいな感じになっちゃうじゃないですか。確かに。信用も得るために、ちょっとドラムの動画を出したって感じかな、確か。その頃って YouTube 黎明期っていうか、まだ浸透してない時代じゃないですか。 YouTube 多分ね、1年目とか2年目、1年目かな ?1 年目か2年目の時だと思います。で、僕2年目のパーティーか3年目のパーティーに招待されて行ってるんですよ。すごい。だからYouTube Japan っていうのかな、日本で YouTube が使えるようになってから1年目2年目くらい、まだヒカキンさんたちも今のような状態じゃない時代。もうね、でもね、かなり有名になってましたね、 YouTube 界では。そうなんですね。でヒカキンさんもいるパーティーでヒカキンさんとおしゃべりとかしたりとかもあります。すっごい紳士でめっちゃいい方でしたよ。この話に続くんですけど、次5番、今池脇先生のチャンネル5万人も登録者さんがいらっしゃる状態ですけど、おそらく昔って伸びないとかいう時期もあったと思うんですけど、その頃の様子って聞いていいですか？そもそも YouTube でドラムのレッスン動画を出している人がほぼいなかったんですよ。で、顔を出しているのは僕だけだったんですね。すげえ。で、それまではもうプロの方が、もう一流の方々が教則 DVD 出してたりとか、でそういう動画が転用されて載ってることはあったかもしれないけど、僕みたいなその YouTube で活動するっていうとなんかあれかな、名前がそもそも出てなくてレッスン動画を出す人はもう本当にいない状態ですね。市販物じゃないものを出す人がいない状態っていうんですかな。だったので、否定コメントもつくわ、その前に再生数も10回とか20回とかそんなのから始まって、やっぱそうなんですね。やっと100回いったーみたいな、すごいねって、そんなのがあって、否定コメントもめっちゃ来て、
なんかお前なんかがレッスン動画出すなんてみたいなあるじゃないですか、そういうの。今とはもう全然違う雰囲気で書かれてたってことですか？そうなんかね、ガチでね、ムカついて書くというか、なんか怒りを込めて書いてる人とか結構たくさんいたと思います、多分。茶化す程度じゃなくて。そう、もう長文ですげえ否定的なのを書くとか、怖い。すごい日常茶飯事でもないですけど、ちょっと目立つようになるとさらに増えるじゃないですか。まあそうですよね。っていうのがすごくありましたね。そう、ある程度有名になると、今度ね、書かなくなってくるんですよ。なんかコメント欄いいことにみんな書いてるんじゃないですか。あ、そうですね。そこに書けないんですよね、きっとね。周りから信頼されてるんだろうなって人には書かないんですよ、そういう人。で、ちょっと隙があって、信頼されてないんじゃないかって思った瞬間に多分書いてくる気もするんですね。だから僕が、プロドラマーの方たちもなんか声かけてくれるようになったり、はい、見てるよって言ってくださるようになって、SNS 上でね、こうやりとりとか始まったりするんじゃないですか。はい、そっからいきなり批判がなくなったりとか、ね。日本人あるあるあるじゃないですか。なんかすごい伝わりました。別にアンチコメントが悪いわけじゃなくて、それが真を捉えてればいいですけど、気に食わないからっていう理由で書くのはちょっとね、なんか違いますもんね。本当のことだったらいいじゃないですか。例えば叩いてて200目あそこスネアずれてるよ。別にいいじゃないですか。ずれてますねって話じゃないですか。僕もずれてると思いますってことじゃないですか。確かに。ね、で事実じゃないこととか、はいね、そういうのを書く人が減ってくるかなっていう。でももう今はもう今はもうねいないですよね、きっと。でもちらほらいるかな。本当ですか？でも今の、批判とかアンチコメントっていうのは逆に広がってる証拠なんですね。ファンの方とかよく思ってくださってる方は思ってても書かない人もいるし、思わない方もいるし、あんまこう批判的なコメントって少なくなると思うんですけど、広まると新しい方に伝わるじゃないですか。その時に書かれるので、それはそれで別に悪くないかなっていう一つの指標みたいな、参考になることももちろんあるし。これ聞き出したら止まんない。じゃあ次に行っちゃいます。1時間くらい話してもいい。これもう苦労話すごい続く。15年分くらいありますからね。長い。歴が違いますからね。さ次も、これかなり気になってたんですけど、池脇先生といえば保育士されてるってことで、その両立ってかなり大変じゃないですか？大変ではないですね。今特に大変じゃなくて、保育士って昼まで僕帰っちゃうので、昼に帰ってそこからレッスンのことをどんどんドラムのことをどんどんやっていくって感じなので、保育士としての、その時間あんまり長くない。そうお昼までですね。朝から行って子供たちと遊ぶっていうとあれなんですけど、ちゃんと仕事してるんですけど。いや子供たちと遊ぶの大変ですよ。ちゃんと仕事してるんですよ。ちゃんとやってるんですけど、僕の感覚ではもう結構長いので辛くはないですし、楽しいこともあるし、結構ね自由にさせてくれる場所でもあるんですよ。僕の能力も生かしてくれるので、ドラムのされてますもんね。指導とか今2つの園で指導してたりするので、実は楽しくっていうかなんなくって言ったらおかしいですけど、なんかやられてるんですね。楽しいですね。僕ね楽しい仕事を選びたかったんですよ、そもそも。大学卒業した時に、中央出版系の職業の就職内定決まったんですよ。でもなんかちょっと楽しくなさそうだったんですよ。なんか内定決まってから僕はやりたかったのは違うんだと思って、保育士もやりたいなってもあったので、その時にで内定決定、でスクーリングで保育士もう一回学生として通おうと思って保育士になろうと思って勉強し始めて、で卒業と同時に楽器屋さんから声かかってドラムレッスンやってくれないんで先生になってくれないっていう話が来たので、大学卒業後すぐにドラムの先生をやりつつ保育士になろうかなと思ってたら、保育園からもなぜか声かかってそんなミラクルあります？すごい。で保育園の先生やりながらドラムの先生やってっていう風に両方とも始まった感じですね。なるほど。なんかイメージと違いました。本当ね今ね朝起きて保育園行って子供たちとやってお昼ご飯食べて帰ってくるっていうなんかそこだけ聞くとなんかすごいほのぼのしてますね。お昼ご飯がまたねめっちゃうまくてね、めっちゃ美味しい。トレーで一緒に食べる。そう保育園で給食の先生が作ってくださってるんですけど、めっちゃうまいんですよ。そこの給食の先生がピアノうまくて、僕の YouTube でね出てピアノ弾いてくれてるんですね。池脇先生はさして大変そうじゃない感じで両立してたってことですね。楽しいです楽しいです。多分ね辛いのをね
飛び越えたのかもしれないですね。全部慣れてくるじゃないですか、仕事って。そうですね。慣れてくるとある程度楽になって、努力してるとちょっとずつスキルが上がってくるじゃないですか。そこまでめちゃめちゃこう頑張んなくてもちょっとずつ貯めれるのでっていう感じだと思います。池脇先生が尊敬するドラム講師の方、そしてその方をどんなところを尊敬されているかっていうことですね。あんまりこう誰かについたことが少なくて、でついたのがその山城先生っていう、村ソホ開発してこの間本出された方なんですけど、本当ねこう探求心が半端ないので、もう僕も山城先生もちろん存じてるんですけど、深すぎて見えないっていうちゃんとねやっていくと本当に伸びるので、ちゃんと理論的に全部積み上げてっていうし、理論だけじゃなくて感覚的にも教えることできるし、多分理論的に教えれる人って感覚でも教えれるんですよ。感覚的だけで教えている人って理論で教えづらいですよね。こうやってパンやってポンやってパーンってやるとホームラン打てんだよっていうあるじゃないですか。めっちゃ擬音多いんですよね。それが好きな方もいますけど、理論的に教えれる人ってそれもできるし、理論でもできるしっていう感じだと思うんですけど、山下先生理論の、動画とか説明とか多いですけど、感覚的にももちろん教えれるので。じゃあ、次の質問なんですけども、 YouTube をやってきて一番嬉しかったことってなんか？一番嬉しかったこと、憧れの方たちにね会えたんですよ。もう僕がやっぱバンド好きだったから、で世紀末が好きとか爆竹好きとか言って、でグレーのコピーとかもしたし、いろいろやったんですけど、爆竹のドラマーさんに会えたり、八神徹さんに会えたり、あとグレーのトシ永井さんに会えたりとか、あとボーイの誠さんに会えたりとか、スピッツの崎山さんに会えたりとか、ジュリマリの五十嵐光太さんに会えたりとか、村石さんに会えたりとか、村石正之さん、道場の村石さんに会えたりとか、もう大体全員会えたっていう感じ。会いたかった人たちにやってきてよかったって感じでした。おマジかって思ってしかも僕のこと知っててくれたりとかするじゃないですか。すごいもう本当ありがたい。特にねそのトシ永井さんとかは僕のことをいろんなドラマさんに紹介してくれるんですよ。YouTube の池脇くんだよほらって見たことあるでしょってみんなに紹介してくれて、初めはめられてんのかなって思ってどういうことですか？僕ね一番最初ねプロの方が集まる場所になんて行けると思ってなかったんですよ。である日 Facebook で伊豆川さんってドラマーさんがいて、もうすごいもうありがたいと思ってる存在なんですけど、伊豆川さんが僕にプロドラマーのね飲み会の集まりがあるから池脇さんもしよろしかったら来ませんかって言ってくださり、伊豆川さんって方も僕会ったことないんですけど、同じ地元だからってことで誘ってくださって、で伊豆川さんが誘ってくれたからそういうプロドラマーさんたちに会うことができ、でトシ永井さんにその日に会ったんですけど、見たことあるっつってYouTube の人だっつって、でそこからいろんな方紹介してくださったりして、ペニシリンの大次郎さんとこの間セミナー開いたりとか、ここのスタジオですごいですね、よかった。あと街歩いてて楽器屋さんとか行けば池脇さんですかって声かけてもらえるのもめっちゃ嬉しいじゃないですか。僕も絶対池脇先生目の前にいたら気づく自信あります。YouTube 良かったです。なので良すぎるはい、良かったですね。じゃあ次の質問なんですけど、今まで教えてきた、今の生徒の方も含めて、伸びやすい生徒さんと、ちょっとやっぱり伸びにくいなっていう生徒さんのこの違いってなんかこうありますか？なんか伸びにくい方はどちらかというとなんか否定的な感じだったりネガティブなイメージを持っちゃう人が多いかなって感じですね。僕がこれやるといいですよって提案した時に、いやそんなんじゃうまくなんないよっていう頭でなっちゃう人とか、それやっても上手になんないじゃないのっていうようなイメージになっちゃう人とか、いやもっとこっちの方が絶対だって今までいろんな先生にそういう風に言われてきたもんみたいななっちゃったりするとちょっと伸びにくいかなっていう感じです。で反対に伸びやすい方っていうのはいろんな方の意見を素直にこう一回受け入れて試してみて、で試した結果やっぱ続けてみようか続けてみないかなっていうのは、生徒さん自身で決めていいと思うんですけど、成果があったななかったなっていうのを決めていいと思うんですけど、一回試して人の意見を聞く方っていうのは総じて伸びやすいイメージですね。こう言われたからよしやってみようって感じの方。一回やってみようっていうそれをポジティブに捉えれる人は割とね、伸びやすいかな。いやそんなことやってもって頭で思っちゃう方は、ちゃんと練習してもね入っていってないような気がするんですね。
それはとてももったいないです。そう、もったいないですよね。で、今まではたまにそういう方がいたんですけど、今僕個人でレッスンしてるので、大概僕のことを知ってくるじゃないですか。そうです。なのでそういう方はほとんどいなくなったんですけど、もう教えてくださいって感じですよね。僕のことを知った上で僕のことをレッスンに来る方がもう 100% なので、はい、あれなんですけど、町のスクールでやってる時は、そこのスクールがあるからその場所で来る方っているじゃないですか。そうですね。時にこの方はどんな方だろうなっていう感じで来る方だと結構そういうケースがありましたね。じゃあ今はもう、ほとんどない。今、そうですね。あとね、性格もあって、結構ね、講師側の責任な気がするんですね、僕は。その人のパーソナリティ見て、その人がどういう風に練習していきたいかっていうのを見抜ける力がないとダメだと思うんですよ。基礎やりたくないとか、曲やりたいとか、あるじゃないですか。はい、最終的にどういうアプローチでも上手になるように、こう向けてあげればいいと思うんですね。教えるのが仕事ですし、一応ね。仕事だと思ってあんまやってないかもしれないですけど、一緒に楽しむっていう、もうめっちゃ楽しいと思いながらやってるので、池脇先生っぽい。もうめっちゃ楽しいんですよ。それ考えるのも楽しいし、こういう性格だし、こういう感じだからおそらくこういうのがいいんだろうなっていうのをちょっとイメージして、で、そうかなっていうふうにアプローチするんじゃないですか。で、そうだったらそっちの方向に進むし、生徒さんと相談しながら行くんですけど、次これと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 試せますけど、どういうのがやりたいですか？その他でもいいですよっていう選択肢毎回出すことが多いんですけど、自分で選んでもらって好きなものをやれば大概みんなモチベーションも上がってくれるし、モチベーションが上がれば練習もはかどるじゃないですか。練習が家ではかどんなかったら一緒にここでめっちゃ楽しめばいいし生徒さん自身の問題だけじゃない可能性がありますね。例えば僕の生徒さんだとしたら、画面越しが全部僕の生徒さんとは限らないからそうどなたかに習ってるかもしれないですか。でその時に先生に責任がある可能性もあるし、自分に責任がある可能性もある。そうですね。どちらとも言い難いので、ここでこういう人が伸びやすいからあなたの考えは良くないよっていうことじゃなくて、すぐに誤解を与えたくなくてここ注意。ちょっと一回ね、言われたことをやってみてから考えるって結構何事においてもいいんじゃないかなって。バンドとかで曲作ってる時とかもなんかこういうアイデアがあるんですけどって言われた時にそれ絶対ダメだよって試さないよりも、じゃあ一回やってみようぜっつって一回やってみて、良かったね悪かったねって決めた方が絶対良くないです。やればわかりますもんね。でダメだったねじゃあこうしたら良くなるかもって改善してってもいいし、一回受け入れてから消化してどうするかっていう風にやっていくといいかもしれないですね。あと自分自身で少し考えてみるっていうのも必要なので、例えば疑問があることはバンバンぶつけた方がいいと思います。そんな練習して何の意味があるのって思ったら言うんです。この練習って先生この練習何の意味があるんですかって言われて答えられなきゃダメじゃないですか。意味があってやらせたいわけですもんね。そうですよね。で今こういう状況でこういうことがあってこういう可能性が考えれるから、その中の一個でこれやるといいんですよっていうふうに伝えれるじゃないですか、普通だったら。疑問に思ったこと全部聞いてやっていくと伸びやすいですよね。じゃあやってみようって思ったことはやって、疑問に思ったことは聞いて、でやれば伸びやすいかなっていう。で自分でちょっとだけ考えてなんかすごいふわってこれ、結構ねデリケートな問題な気がするんですよね、ここ。ちょっと変に受け取らないようにっていうところがあるわけですね。あと楽しく練習するといいと思います。つまんないなと思った時はやんなくていいんじゃないかな。次10個目なんですけども、練習の質と量ってどっちが大切ですか？質が先で量じゃないかな。予想外の。だってさ、ボール投げる時さ、みんな多分こう投げるじゃないですか。一生懸命こういう風に投げてさ、一人でねってやっても一生伸びないですからね。例えば動きが大好きでした。でも僕たちから見るとそれが分かる時があって、それはそうだよね、そっちになっちゃうよねっていうのがね、さっきのこのそうですね。さっきというかね、前回の動画のこのやつでもあったみたいに、僕たちから見ると見えるものもあったりするので、例えばお医者さんがウイルス性の病気になった時に、ウイルスに効く薬渡してるのに、いやそれじゃなくて違うこっちの薬ずっと飲んでて治んねえなっつってても、お医者さんはそれは治んないよねっつって、でもそのうち何かのきっかけで自己治癒力で治った時に、この薬やっぱ治った。でもそれってたまたまなんですよ。こっちの薬で本当は一発で治ったんですよ。
でも信じちゃってるから、こっちの薬飲み続けたけど、自己治癒力で治っただけなんですよ。っていうこともあります。質がある程度あった方が、同じ時間練習するんだったら得じゃないかな。いや、全然わかんない時は量で全然いいんですけど、模索できるんだったら質も高められた方が絶対いいと思います。結構、でもこれ、すごいデリケートな話なんだ。やめとこう。まあ、多分、今まで見てきた方の中で、その質が、低いままに、量をこなしまくって、すごい非効率な状態で進んできた方をたくさんきっと見てこられたってこと？見てないです。それじゃね、やんない方がいいですよって言っちゃうので。なるほど。もう、量、ストップっつって。それちょっとね、良くないよってすぐ言うので。楽しいならやり続けてもいいけど、僕はおすすめしないからねってちゃんと言います。全然知らない人だったら言わないですよ。ちゃんと責任の範囲でやりますけど、責任を持てるところは持ちたいじゃないですか。そうですね。生徒ですもんね。11番、グルーブするコツってありますか？僕はね、昔ね、リズムの2-4をちょっとレイドバックさせると、ちょっと後ろにやれるとか、よくあったじゃないですか。よく聞きます。そういうの一生懸命やってたんですけど、ダメだったんですよ、結局。難しかったんです、僕には。僕にはできなかったんですよ。で、そこから山城さんともグルーブやってるので、その話を聞いたりとかして、で、やっていくうちに、リズムをメロディーとして捉えるっていう感覚が分かってきたんですね。で、そういうのをやっていくと、できるようになります。リズムをメロディーとして捉えた先にグルーブの世界がちょっと見えてきたって感じだったってことですか？そうですね。先にというか、一緒にですね、グルーブをやるために、練習した結果、歌うように叩くっていう表現よくあるじゃないですか。ありますね。でも歌じゃねえしって思うじゃないですか。まあ思いますね。歌じゃないじゃんって思っちゃう時点で、多分それは捉えられてない状態で。でもそれをみんな感覚で教える人が多くて、理論的に教えづらいと思うんですけど、それをね、できるようになったんですよ。すげえ。僕もだからそれやって上手になったので。じゃあ、グルーブどうしたらいいんだっていう人は、やり方は存在して、例えばめちゃめちゃ簡易的なとこだったら、2-4でリズムバンバンで叩いてたら、パンを大事にしてあげるといいですね。1、2、3、4の2と4を大事にしてあげて、そこでリズム揃えるようにしてあげて、一拍目で1、2、3、4、1、2、3、4じゃなくて、1、2、3、4、2、3、4のまだ全然かっこよくなっていくので、まずそこから始めるとちょっと見えやすくなるかもしれないですね。だそうです。もっといろいろあるんですけど、とりあえず2-4のスネアをちゃんとそこを合わせてあげるように、割とやりやすいんじゃないかなと思います。やってみます。ありがとうございます。12個目、基礎練習大切ですか？基礎練習大切ですね。僕は大好きですし、大切だと思うんですけど、嫌いな人もいると思うので、でもやっていくと基礎の重要性って分かりますよね。基礎でこれ触れとかないとなかなか習得できないようなものがたくさんあるって感じてます。そう曲だけだとね、満足にね、まんべんなく練習できないんですよね。足りない部分が出てくるんですよ。そこ一瞬しか出てこないから曲の中でみたいなのになりますよね。で一瞬しか出てこないからないがしろにするんですよね。まあいっかでずっとまあいっかで終わっちゃって、ずっとそこがかっこ悪いんですよね。また同じ時出てくるんですよ、他でもみたいなの。例えばよくあるのがアクセント移動とかね、強弱とかね、あるじゃないですか。あと腕のこの滑らかな動きとかもそうですね。そういうのは基礎練になってくるので。でもね、8の普通のリズム、チッカチェラチェカチっていうのも基礎練じゃないですか、いわば。曲と合わせてない。で基礎練って言ってもそんな地味なものばっかじゃないとは思うんですけど、でも個別にやっていった方が。これ超おすすめ。来ました。これ知ってる？これ持ってます？持ってはないです。これあげます。いや、これね、マジですか？やったー。これめっちゃ大人気。リズムパターンをね、317個に絞って。これ無限に練習できるってやつですよね。そう。で、65,536通りね、バスドラムの組み合わせがあるんですよ。1小節で。一生かかる。それを317個に絞ったんですね。シンプルな普通の8が68パターンで、手足バラバラのドンチとパンチトシトシと
ハットの間にバスドラが入るのが153パターンで、バスドラのダブルドドゥって入ってくるのが96パターンあるんですけど、それ僕めっちゃやらないやつです。そう、これをスネアはね2拍と4拍で固定したまんまバスドラのパターンがどんどん変化するってもんなんですね。でこれを例えば普通の、ハイハット8分でこう刻んだものだけじゃなくて、ハイハットを4分で刻んだり8分裏で刻んだり16で刻んでみたりとかやっていくとめっちゃ練習になるので無限にできます。で僕これを使ってねグルーヴも全部良くしていったりとかすごいいいですね。これ購入するページ概要欄にリンク貼っといていいですか？皆さん買えるように。ぜひお願いします。でノブさんに後で PDF でレターだけ送るんでありがとうございます。僕実践してみますね。ツイッターでも固定されてますよね。そうなので皆さんね利用してくださってて、もう僕は超おすすめ。ノートっていうサイトで購入できるので、そのリンクをじゃあ、もしよければ、概要欄チェックしてください。その残り3つなんですけども、練習に疲れた生徒がいた時に、どんなことを伝えてますかっていう。やる気がなくなったとかそういう感じですか？そうですね。やる気ない時はあんまり無理してやらなくてもいいと思います、僕は。世の中に楽しいことたくさんあるじゃないですか。その中でドラムの絵のモチベーションが低くなってしまったってことですよね。そうですね。そこでやめるっていう選択はもったいないと思うんですね。はい。せっかく続けてきたので。でも一回お休みして例えば1週間2週間、1ヶ月になる人もいるかもしれませんけど、お休みして他のことやってまた戻ってきた時にやっぱドラムって楽しいと思うと思うんですよ。うわー、なりそうですね。だから別にそんな無理にはやんなくていいと思います。でも上手くなりたいんだっていうんだったら話は別ですし、でも仕事としてやんなきゃいけないんだっていうんだったらもうだいぶ別ですし。そうですよね。仕事なんでしょってなじ、ね、まあもうそこまで来るともうそうですね。だいぶ別ですけど、普通にアマチュアの方で、趣味としてやられてるんだってあれば無理にやんなくても僕はいいんじゃないかなと思っちゃうんですね。実際にその生徒の方でそういう方がいた時にもうやっぱそういう感じでそう伝えてますし、全然練習できなかったってね、こうなるじゃないですか。で別にそれ僕はいいと思ってここで一緒に練習すればいいじゃないですか。そうするとめっちゃ楽しくなってまたちょっと家でめっちゃ練習してきますってなるんですよ大概。なるほど。別にそれはそれでいいし、でそれでもモチベーション上がんなかったら、別にそこは無理してやんなくても僕はいいと思いますね。なんかほら楽しくないとインプットも少なくなっちゃうじゃないですか。そうですね。無理やりやっても良くないこともあるし、でノブさんみたいに集中するためにちょっとやってみるみたいな方法あるじゃないですか。そうですね。5分やってみるとか。ちょっとやってみたらなんか楽しくなってきた。そうね、ありますよね。ちょっとのつもりがずっとやっちゃうとか、そういうのを分かっててそれを応用するのはもうすごくいいし、苦痛だと思ったらやめた方がいいし。だそうです。みんな気軽にやろう。これもう最終章に入ってくるんですけど、池脇先生が今まで作ってきたドラム動画の中で、おすすめ動画だと思うんですけど、なんだろう、さっきの話とつながっちゃうんですけど、興味のあるものをやった方がいいと思うんですよ。だから例えば YouTube の僕のトップページ行ってバーってなんとなくザーって見てこれ見てみようでいいと思います。それが今自分にフィットする動画。そうかもしれない。でそこから紐解いてじゃあこれのためにはあれ必要なのかってなったら戻ればいいし、100本目から200本目くらいまでは多分かなり順番にやってるんですよ。段階を踏んでるってことですか？そう1本目から見るとある程度進みやすい風になってるんですね。で途中から曲の演奏とか入ったりとか、他のものが入ったりとかして飛ぶというかこうは飛ばないんですよ必ず。こう言ってからあとはもうどういう風に分散してもいいよってなってるので。なるほど。基礎テクニックはもう一から全部見ていけば分かんなかったら前の動画見ればちょっと触れてるので、なんとなくバーって見て好きそうなのポチっていう感じです。じゃあ池脇先生のチャンネルのリンクを貼っておくということでもし登録してない方いたら登録してください。トップページ見れば多分そうですね。いいと思フィットする動画を見ようと。で最後にどうでもいい質問をするんですけど、これ最後なんですけど、最後ですね。弾きチャレのノブっていうドラムの人がいるんですけど、そんな人がいるんですね。あいつまだうまく叩けてないのに、なんかドラマーとしてなんか活動してる感じなんですけど、あの人のことってどう思いますか？その人って上手じゃないんですかね本当に。なんか見た感じまだ動きも硬いですし、動きの硬さって果たして本当に悪いのかな。
っていうところもあるんですよ。やばい、深い話が。それよりね、僕は音楽って多分上手下手を飛び越えたところもあると思うんですね。もちろん上手下手もあると思うんですよ。上手い方がもしかしたら届くところも広がるかもしれないし。でも頑張ってる姿が届く層もあるんですよ。ああ、めっちゃ、でもそれわかります。僕、頑張られると心に刺さります。そう。例えば、音程が拙なくても、一生懸命歌ってる人を見て、心が響くんですよね。ああ、めっちゃありますね。だから別に上手い下手よりも、その人がドラマーって名乗ればドラマーだし、それに、なんか心が動いたら、それはもうめちゃめちゃ素晴らしいことだし。うわ確かに。で、いいんじゃないかな。なんか、例えばそれが、ライブとかでよく見かけるんですけど、ステージ立って、全然練習してなくて、って言い訳して演奏する人たちいいんじゃないですか。見たことある。それ僕あんま好きじゃなくて、もし一緒のバンドだったら、やめた方がいいよって僕は言っちゃうんですけど、そうじゃなくて、今の実力はこれだけど、全力でやりますって言った方が絶対かっこいいんですよ。だって全力でやるじゃないですか、結局。下手だろうが何だろうが、全力で多分ステージに立ってる以上、全力でやってますよね。あと、動画出してる以上、全力の場所を見せるじゃないですか。120% の部分見せますね。今自分が思う一番いいところをお届けしようと思って出したり、それが僕の場合失敗も見せるんですね。失敗も見せた方が僕はいいなと思ってるので、ダメなテイクもわざと残しちゃったりするときあるんですよ。編集だったらもうカットできるんじゃないですか。あと、なんなら音編集できますからね。いや、本当にそれです。僕やんないんですよ。そのまま出しちゃうんですけど。で、批判が来て、やっぱエディットしときゃよかったなって思う時ももちろんあるんですけど、そりゃそうだよねって思う時もあるんですけど、でもその時の全力は出してるつもりなので、僕はそれでいい気もしちゃうんですね。ちなみに、すみません、16個目の質問、ちょっと一つだけ追加していいですか？はい。今、全力の話出てきたんですけど、池脇先生のツイッターで、今日もガンガン行こうぜってこう、いつもツイートされてる。この全力な感じを大切にされてるってこと？いや、そういうことじゃなくてね、ポジティブに行きたいですね。どうしてもやっぱどんな人間もネガティブな場所って出てきちゃうじゃないですか。それを例えば朝めっちゃ笑顔でおはようって言っただけで多分めっちゃ元気になるんですよ。あ、めっちゃなりますね。でポジティブに捉えることでどんどん多分いい現象が起きていくんですよね。感じ方だけで多分人生ってかなり変わるんですよ。一言言われた時にどう捉えるかっていうのを変えるだけで、褒められた瞬間に否定するのか受け入れるのか全然変わるじゃないですか。いやーそんな僕そうじゃないですよってやるのかやっちゃいます。ありがとうございますもっと頑張りますっていうのが全然違うと思うので、僕ももともと超ネガティブ人間だし、今もすげえネガティブな人間なんですけど、なのでいろんな人の気持ちがなんとなくわかるんですけど、僕もそうやって変わってきたので、もしなんかあんま見てる方でいるかわかんないですけど、少し変えるだけで本当世界がもう一変するのでいいかなって思っちゃう意味も込めてのガンガン行こうぜとかおはようとか行こうぜとか全力出していこうぜとか僕もガンガン行きます、というわけでもう本当にいろんなこと聞いたんですけど、最終的に16個聞いちゃったんですけど、ありがとうございました池脇先生って明るいですけども、めっちゃ深いですね。嫁にはたまに鬱陶しいって言われます。どういうことですか？暑いから。ああ、これこうじゃないみたいな。それ理不尽だよねとか、曲がったことはあんま好きじゃないので。本当たくさん聞いたんですけど、一日で全部体得できないっていうか、そのグルーヴの話にしても、今触りは教えてもらったけど、もっと深い話があったりとか、たくさんあるんで、また遊びに行きます。はい、ぜひぜひ。あと概要欄に、317個のリズムパターンのやつと、これね。はい。これと、ありがとうございます。これの話と、あとは池脇先生のチャンネル貼りますので、もし登録してない方いたら登録してください。というわけで、本当にありがとうございました。ありがとうございました。またぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。最後まで見てくださってありがとうございました。ドラム講師の池脇義和でした。バイバーイ。またフライング。ありがとうございました。ありがとうございました。今恐ろしいことが起きてるかもしれないです。後半が